こんにちは。すぐ使えるスポーツコーチングテクニックのお時間です。カツオです。よろしくお願いします。はい、第2回のテーマでこちらです。コーチングとは自己満足との戦いであるというちょっとショッキングなテーマで話させていただきます。早速皆さんに質問です。指導者の方、皆さん、なんで指導してるの？なんで指導してますか？目的、指導の目的って何ですか？カテゴリーも違うし、シチュエーションも全然違うんですけど、皆さん共通してあるものがこちらだと思いますね。選手の成長。当然、相手が選手なので上手くなってほしいとか、勝ってほしいとか、もうその先にいろんなテーマあると思うんですけど、全員共通してあるものが選手の成長だと思います。そのために指導をするということですね。じゃあ指導って何？これもね、本当いろいろあるんだと思うんですけど、基本ですね、喋る、伝える。皆さんがこう喋ったり伝えたりすることで指導するということになると思います。さあ、ここで皆さん早速ですけど、動画をちょっとご覧ください。ただ、皆さんちょっとシチュエーションをちょっと決めさせてもらいます。皆さんはサッカーの選手です。前半を戦い終えてハーフタイム、監督のもとに集まって後半の指示を監督から受けます。それを自分たちが選手だと思って聞いてください。ただサッカーのことが分からなくても、サッカーの専門用語は入ってないので、しっかり聞いていれば内容は必ず理解できるので、皆さんは前半戦い終えて後半の指示を受ける選手、OK ですか？選手だと思って今から監督の指示を聞いてください。いやいや、もう全然。どうした？全然何もできてないじゃん。なんなの？何の練習してきたお前ら。は意味わからんわ。マジで。さ、ディフェンスバラバラ。何全部左からやられてるじゃん。2失点ともそのまま。左で。あれでも左から取られてんじゃないよ、実際は。ハーフラインのあたりでもう右から崩されてんの。サイド、うちのね、右サイドがライン際に開かされて、センターとの間入って、そこから90がバーッと右から入ってきて、でそこから逆に振られて左から入ってくる。これ2失点。このままにしといてみ。センターバックが今度右に降りて、左のスペースが空いて、今度はそっちからやれるよ。向こうの90番多分全部見てる。多分気づいてるよ。そうやって、バランスを崩して、結局ボロボロに負けていく。あと2、3失点取られるんじゃない？それでいいのあんたら。ディフェンスのバランス取らないと。キーパー何してんの？何の指示出してんの？後ろから見えてんだろ？何のあと、攻撃。何の遅い攻撃。どうした？取ったら5で行くじゃん。取ったら早く行くって言ったじゃん。ずっと練習したじゃん、その練習。昨日も練習したよね。今日も朝のミーティングしたよね。取ったら早く行くって。それしかできないじゃん。今のお前らって、それしかできないんだよ。じゃないとあんな強いチームに勝てるはずないじゃない。ゆっくり攻めたって中盤でぶち当たって、そこからもう攻める方法なんて俺たちにはないわけよ。わかる？その中盤を早く乗り切って、そこから相手陣に入ってから左右左の初めてその攻撃が始まるんだろ？そうじゃないと。いかないよ、絶対。そのまま負けてしまうよ。どんどん負けてしまうよ。いいの、それで。何やってきたの？今まで。昨日も今日も1ヶ月前も2ヶ月前もずーっとやってきたじゃん。それここで出さないとどうすんの？あと後半40分しかないよ。これでもう終わるんだよ、これ負けたら。今2点差。どうすんの？返せるの？取り返していかなきゃいけないんだよ。やるしかないだろ。全員で声出していけ。OK。わかった？はい、聞いてもらいました。それではですね、早速皆さん30秒後に後半が始まります。それまでに監督の指示を全て思い出してください。どういった内容が何個あったか、監督の指示を全て思い出してください。30秒後に後半が始まります。30秒間考えてください。レディー、ゴー！さあ皆さん後半が始まります。監督の指示、どんな内容が何個あったか思い出せましたか？それは思い出せますよね。今さっき言ったことなんですから。今さっき言ったことを今すぐ覚えなせって言ったんだけど、めちゃくちゃ簡単じゃないですか。答え合わせしましょう。正解は5つです。いきますよ。ディフェンスのバランス、キーパーの指示、攻撃が遅い、
左、右、左という戦術、そして声を出す。この5つ。監督の指示はこの5つでした。さあ皆さん分かったと思うんですけど、どうですか？これでね、ライブだったら今何個思い出したみたいなことができるんですけど、それはいかないので、事前にアンケートを取りました。僕の周りの人間に同じようなことを言って、答えを言ってもらいました。その平均が3つ。つまり 60%。これ仮って書いてあるのは、僕が周りのアンケートをしただけの話なので、何人かの分なので、とりあえず 60% ということにします。今言ったことですよ。今言ったことをすでに 40% 失われてるんです。皆さんどうでしたかね？どうでした？これ全員が全部5つ思い出してたら、もうこの話結構破綻してくるんですけど、できればちょっと皆さんね、ちょっと気遣ってちょっと覚え出してないってことがあってほしいんですけど、とりあえず今言ってほしい。はい。で、何だったっけ、60%、つまり 40%、今喋ったことを今思い出せと言っても、すでに 40% 覚えてないんです。不思議ですよね。じゃあ、例えばですね、2時間の練習をしたとします。その日、パス、シュート、守備、攻撃、戦術という5つの項目を練習します。それぞれの練習の中で、例えばパスの中では、例えば手を伸ばそうとか、体の向きをこうしようみたいな、そういういわゆる指導するポイントみたいなのが、それぞれの項目に2つずつあったとします。この練習が2時間の練習が終わった後に、直後に選手に来ます。今日何をした？何をするポイントがあった？何を指導してもらった？って時に、この 60% で言うならば、例えばこういうことですね。こういうこと。1、2、3、4、5、6を覚えておいて 40%、この4つは覚えてないんです。練習の直後ですよ。覚えてないんです。そりゃそうですよ。さっき話したこと直後に聞いても平均が3つ 60%、40% 失われてるってことは、2時間の練習なら下手すりゃもっと覚えてない可能性も出てきますけど、とりあえずこの 60% で言うならば、10項目あるうちの6個しか覚えてなくて、その4つは練習の直後にすでに頭からないんです。練習の直後に。だからこの4つのことを僕は皆さんの自己満足だったってことです。つまり無駄な時間でした。わざわざプレーを止めてこのポイントをね、こう言ったじゃないですか。こうやって上手くなってほしい、勝ってほしいから集めてこうだよって言ったんだけど、練習の直後にもう覚えてないんですよ。なら言わなきゃよかったんです、むしろ。で、この4つの時間は練習を止めずに皆さんプレーをね、選手だけプレーをしてもらいながら、この4つのことに関しては皆さん空に向かって、パスってさ、手伸ばしてやってとか、シュートってさ、もっとこう腰をひねってやるんだよみたいなことを言っとってもよかったんです。別に選手に聞かせる必要がなかったんですよ。どうせ覚えてないんだから。そういうことです。これが自己満足ということです。さあ皆さん、こんなことを言うとね、こういうことを言う人がいます。いやいや違うと、勝田さん違うと。60% しか覚えてないんだから、10をね、全部10を言って60% 覚えてる。じゃあこの 40% を言わなかったら、こっから12345のこの6から 60% になるだろうっつって、だからどんどん覚えること少なくなるだろうみたいないう人がいます。だから10言って6割覚えてもらおうみたいな、そういう言い方です。あと人によっては、例えばある選手によってはこの10個を言ったうちこの6個を覚えたけど、例えば、ある選手によってはこういう6のことがあると。だからバランスをとって、だから全部を言った方がいいみたいなことを言う人が多分今思ってる人も多分いると思うんですけど、そこはですね、今回の論点とは全く違ってて、僕はですね、人って覚える確率が 60% なんですよってことが僕が言いたいわけじゃないんです。それはあくまでも僕が計算して、誰かがすごい偉い人が調べてる数じゃないんですよね。僕が言いたいのは、この 60% を上げようって話です。もう一回言いますね。人は話した後に 60% しか覚えてないよってことが言いたいんじゃないです。
皆さんの喋り方、伝え方次第で 100% に近づいていくよという話が僕はしたいのです。そこだけはちょっと皆さんにちょっと頭に入れておいてもらって、もう一度動画を見てください。これがいわゆる 60% を上げるためのコーチングの一つです。どうぞ。いやいや、もう全然。どうした全然何もできてないじゃん。なんなの何の練習してきたお前ら。は意味わからんわ。マジで。さ、ディフェンスバラバラ。何全部左からやられてるじゃん。2失点ともそのまま。左で。でも左から取られてない、実際は。ハーフラインのあたりでもう右から崩されてるの。サイド、後ろで右サイドはライン際に開かされて、センターとの間入って、そこから90がバーッと右が入ってきて、そこから逆に振られて左が入ってきて、これ2失点。これオンにしといて、センターバックが今度右に降りて、左のスペースがいて、今度はそっちからやれるよ。向こうの90も多分全部見てる。多分気づいてるよ。そうやって、バランスを崩して、結局ボロボロに負けていく。あと2、3失点取れるんじゃないそれいいのあんたら。ディフェンスのバランス取らないと。キーパー何してんの何の指示出して後ろから見えたろあと、攻撃。遅い攻撃。どうした取ったらゴール行くよ。取ったら早く行くって言ったじゃん。ずっと練習したじゃん、その練習。昨日も練習したよね。今日もわざわざ抜いてみたいね。取ったら早く行くって。それしかできないじゃん。今のお前なんて、それしかできないんだよ。じゃないとあんな強いチームに勝てるはずないじゃない。ゆっくり攻めたって中盤にぶち当たって、そこからもう攻める方法なんて俺たちじゃないわけよ。わかるその中盤を早く乗り切って、そこから相手陣に入ってから左右左の、初めてその攻撃が始まるだろう。そうじゃないと。いかないよ、絶対。そのまま負けてしまうよ。どんどん負けてしまうよ。いいの、それで。何やってきたの今まで。昨日も今日も、1ヶ月前も2ヶ月前もずーっとやってきたじゃん。それここで出さないとどうすんのあと後半40分しかないよ。これでもう終わるんだよ、これ負けたら。今2点差。どうすんの返せるの取り返していかなきゃいけないんだよ。やるしかないだろ。全員で声出していけ。オッケー。わかった。まとめる。ディフェンスのバランス、キーパーの指示。取ったら早く。左右に左の戦術。そこから声を出す。オッケー。この5つ。いこう。はい。これだけです。ね。わーっと言った後に、最後にポンポンポンと繰り返して言う。これだけで確実にこの 60% から上には上がると思います。ただ、これはテクニックの話なので、今後またちょっと違う機会で話していきます。とりあえず、コーチングテクニックの考え方のことでいきます。さあ、なんで昨日言ったこと覚えてないんや皆さん言ったことないですかもしくは聞いたことありませんか監督、コーチが、なんで昨日言ったこと覚えてないんやみたいなことを言う人。ね。ありますよね、よくね。こういったことに関しての考え方です。40% を忘れた選手が悪いんではなくて、100% にさせなかったコーチが悪いです。こういう考え方を僕は持ってます。選手のせいじゃなくて、コーチのせいなんです。もし、ね、皆さんの周りにこういうことを言った人がいたら、なんで昨日言ったこと覚えてないんやっていうことを、うわーって言ってる人がいたら、後ろからタッ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 と言って、ポンポンポンと肩を叩いて、言ってあげてください。人のせいにすんなよと。お前の喋り方が下手なんだよと。言ってあげてくださいね。そういうことです。そういう考え方で僕はコーチングというものを考えてます。さあ、ここが大事です。はい、どうぞ。60% を 100% にするためにコーチングを使うということです。わざわざ僕がずっとこうやって数字を出していったのは意味がありまして、60% を 100% にするためにコーチングを使うということです。言い方変えると、コーチングだけでは 100% は伝わりません。あくまでも僕の考え方ですけど、よく言われるんです。コーチング勉強してるって言うとね、コーチングなんてさ、つって、いわゆる現場の指導者の方から、コーチングなんて何々つって、何々机の上で、なんか本読んで、動画読んで、なんかこう、コーチングっていうのを学んで、はぁつって、何がわかるんつって。いや、うちの選手はね、俺がずっと見てんだよと。毎日見てんだよと。学校とかだったら、その成績も知ってる、親も知ってる、性格、ね、彼女がおるかどうかも知ってると。何がわかるんと。そちらで机で勉強して。何コーチングって。選手ありきじゃない？そうなんじゃない？みたいなことって、めちゃくちゃよく言われるんです、僕。多分コーチング勉強するっていう人、結構言われる経験があると思うんですけど、そういう、いわゆる選手ありきって言葉もね、僕ここでしか聞かないんですけど、そういうコーチングっていうのはあくまでもその机の上の勉強で、自分らの現場には関係ないみたいなことを思ってる人、そんな皆さんに一言言いたいんです。僕は大きな声で言います。その通りです。はい。全くその通りです。それがまさにここです。コーチングだけでは 100% 伝わらないということです。コーチングっていうものはあくまでもプラスアルファです。その大前提に
前提に土台として絶対になきゃいけないものがあります。それが選手への愛です愛なんて言葉がコーチングテクニックで出てきました。選手の愛の上にコーチングがあるから 100% になると僕は思ってます。だから選手ありきみたいな考え方っていうのは僕はすごく大事だと思ってます。逆を言います。100% にするためには愛だけでは伝わらないと僕は思います。選手への愛プラスコーチング 60% を 100% にするために選手への愛とプラスコーチングでようやく 100% になると思ってます。ですね、ちょっと相談に乗ってほしいんですけど話それちゃうんです。すいませんね。僕好きな人がいて、会社に好きな人がいるんですけど、その人がもう好きすぎて、もうね毎日ドキドキするんですよ、会うと。でもう夜帰ってもね、ニヤ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 してドキドキするから毎日 LINE 送ってるんですよ、好きだって。であんまねほとんど返事返ってこないんですけど、でもまあ僕は好きなんで、もう本当にこう思いを伝えたいなと思って毎日やってるし、彼女の退勤時間に会う時間だったらもう僕もできるだけこう偶然を装って彼女とね一緒に帰るようにしてるんですよね猫わかめはい皆さん、僕の恋愛ってうまくいきますかね。皆さんだったらどういうアドバイスしますか。例えばね LINE を毎日送るのはちょっとあれだねみたいなことを言う人もいると思います。でも僕が盲目的だったらいや何僕の彼女のこと知ってんすかって。知らないでしょって。会ったことも見たこともないでしょって。いや僕は彼女のこと好きで、僕は彼女のことよく知ってるんで、いやいらないですなんで言うんですかみたいな。僕彼女のことが好きで、彼女のことが好きだから自分で好きだって毎日伝えてるんですよ。何がいけないですかって。そんななんか一般論みたいなのやめてくださいよって言うんじゃダメですよね、多分ねちょっと変化がしますね。僕の中で変化するとします。いわゆる一般的な話をすると、そういう好きな人がいて口説くために何をするべきかっていうのは、友達の話を聞く、いわゆる一般論を聞く、そしてネットみたいなもので例えば恋愛テクニックみたいなを知る。でそれを彼女に使うっていうのが、いわゆる一般的なものだと思います。でも恋愛テクニックって世の中にいっぱいあるじゃないですか。でもそれが全部彼女に伝えるとは限らないじゃないですか。いろんな中で例えば LINE をした方がいいっていう恋愛テクニックがあっても、この彼女が LINE が嫌いだったら絶対使っちゃいけない。おごれと。飯は男がおごれみたいな恋愛テクニックがあっても、おごられるのが好きじゃないんなら絶対使っちゃいけない。だからテクニックっていうのは世の中にはたくさんあるけど、自分の対象の人に合うかどうかっていうのは分からない。だからこの間に入ってる僕が選ばなきゃいけないんです。この人にはどれがいいのか。自分でチョイスしてそれをうまく使って彼女にぶつける。ね。でこれはもちろんそれが全部うまくいくとは限らないけど、大事なのはずっと彼女だけを見るんじゃなくて、恋愛テクニックを自分で選びながらそれを使うってことが僕は大事だと思うし、何よりこれが普通だと思います、僕は。さあ皆さん、選手の愛にプラスコーチングという話に戻ります。なぜ最初の僕が彼女のことが好きだからずっと言ってるっていう僕がいけなかったっていうのは、相手の気持ちを考えてない、つまり一方的だってことです。相手がどういうシチュエーションになるか、どういう顔で僕のことを接してるのか関係なく、僕がただただ好きだから伝えるだけ、これでは恋愛というのはうまくいかないと同じように、選手の気持ちを考えずに話したった、教えたった、今日は俺はいいことを言った、今日は俺はいいことを言ったんだみたいな、それじゃあ伝わらないですよね。最初に見た動画、彼は監督は後半勝ってほしいと思ったんですよ。勝ってほしいから選手のために言ったわけです。選手への愛を、勝ってほしいからうわーって言ったわけです。あっち走れ、こっちへ走れ、キーパー指示しろみたいな。けどその愛は伝わらなかったんですよ。愛だけじゃ伝わらないんですよ。だからそれプラスコーチングを使って自分の愛とプラステクニックを自分の選手に合う
テクニックを使って伝えると 100% に近づくと思います。100% になることはほとんどないんですけど、100% に近づくという話です。だから自分の喋り方、伝え方に疑問を持って分からなければコーチングを利用する。コーチっていうのは僕は日々ずっとこれをやるべきだと思ってます。好きな人に対して今日例えばデートしました。ね、さっきの女の人と僕デートしました。家帰りました。今日どうだったかな、一日を思い出します。そうか、あの話盛り上がったなと、なんかドラマの話すごい盛り上がったなとか、なんか髪の毛褒めたらすごいなんか喜んでくれたなとか、でもなんか酒の飲み方とかがあんま気に入ってなかったかなみたいな、それ反省しますよね。じゃあ次こうしようと、次はこの話をちょっと多めにしてみようとか、この話はちょっとやめとこようみたいな、そういうのっていわゆるあるじゃないですか。日々成長していくっていうね。っていうことをコーチもやらなきゃいけない。そのデート現場っていうのは、コーチでいうとグラウンドやコートですね。選手と触れ合うところなんで、そこでコーチングをする。で、こうでってやってみる。一日振り返る。家帰って振り返る。あれどうだったかなって。選手ってあの時どういう顔をしてたかなとか、どういう風な反応をしてたかなっていうのを振り返って、わからないと思ったらコーチングっていうのを使えばいいと思います。僕は確実に選手の愛という上にコーチングがあると思います。その先にあるもの。選手の愛とコーチングが合わさって、その先にあるものが皆さんの望む選手の成長。これのために僕は愛にコーチングを足していくべきだと思っています。今日のまとめ。コーチに必要なもの。愛と技術。愛と技術。ありがとうございました。次回からはかなり具体的な話をします。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。